皆さんこんにちは。ラブサーフの西井です。今日はプレセボのニューモデルタブレットサムをご紹介します。プレセボファンの方はこの名前浸透していて、ご存知かと思うんですけれども、タブレットって言ったらパドリングとテイクオフ、その2つに特化したモデルなんですよ。だけどもショートボードのアウトラインなので優しく乗れるんです。そして見た目よりもボリュームがあるんですね。見た目はすっきりしてるんですけれども、ショートボードみたいに持っててもねかっこいいんですけれども、実はすごい分厚いんですよ。その厚さを感じさせない動きができるんですね。センターの厚さって言ったらめちゃくちゃ厚いんです。これが510 35.5 リッターあるんです。どれだけテイクオフが速いかっていうのをこれからムービーの方で見てもらおうかと思うんですけれども、今回フレックスライトの新しい工法デュラフレックスの工法で入ってきてます。すごく丈夫なんで、丈夫さに関しては別の YouTube でねお話ししてるんで、そちらもねご覧になっていただければと思います。僕とメイヒムがこのボードについて話してるんでね、概要欄の方からリンクを貼っておきますので、そちらを見てください。僕とプレセボの、ね、チームライダーのひろきですね、インスタグラムでご覧になっているかと思うんですけれども、千葉の海で撮ったライディングがあるのでご覧になってください。このタブレットのテイクオフの速さ、ロングボードと同じぐらいの位置から波待ちできて、ロングボードに負けないテイクオフの速さの性能なんかもね見ていただけると思うので、ぜひねご覧になってください。どうぞ。タブレットサムですね、こちらをですね持ってチームライダーのプレセボチームライダーのひろきですね、ひろきが海に入ってきました。これ千葉のね一宮のメインのところのポイントですね。右側にねテトラポットがあるところですね。そこのね沖のピークからね今ねテイクオフしましたね。ちょっとね地形がね最近悪いので沖のところが浅くなってて、途中が深くて波をねインサイドまでつないできて、またインサイドで浅くなるっていう感じのね地形なんですよ。だからね沖で来れるところでテイクオフして、途中をねこうやってね波を乗りつないできて、波の緩慢なところ、そこでねうまくねこのボードが分厚いのでスルスルとねインサイドまでねつなげてくれてるっていうね感じのね、サーフィンがね 見れると思うんですよ。今のところもねテイクオフしてこの辺をねトリミングしてねずっとね波の厚くなるところ、波のパワーゾーンをキープしながら、ターンしながらですねインサイドまでね乗ってきて、これだいぶねスピードついてきたのでリップして終了ですね。これもうインサイドの浅いところまで来てると思うんですよ。でこれボディーボード隣にいましたけどね、ボディーボード足入れつけてるねテイクオフ速い人と同じようなね速さでねテイクオフできてますよね。今ね沖でのアクションね良かったですね。ワイプアウトしたところではね今ね合わなかったんですけど、今ねこれもロングボードのね人よりも速く立ってますよね。それだけねやっぱりタブレットサムってテイクオフがねすごく速いんですよ。リッピング今いい感じね、いいのしましたね。2発目もスープの上を越えて、ここでラウンドハウスカットバックを決めてテイクオフすごく速かったですね。はい、西井も続けてね海に入っていきました。これタブレットサムですね。持っていても本当普通のねショートボードに見えますよね。分厚いっていうのがねこれね普通の人持たないとねわからないんですよね。レールも結構落ちてますから普通のショートボードにしか見えないです。テイクオフね早かったですね。今ねスルスルっと立ち上がって、こういったね波のね厚いところなんかでもね気持ちよくね波をつなげられる板なんですよ。本当にねなんかねスムースオペレーター乗ってるのかっていうぐらいね波をね乗りつなぐのがね上手になってくる、上手にしてくれる、ボードですよねタブレットサムって。今もねトップの方にね上の方にね軽くね気持ちよくね登ってってると思うんですよ。こういったねセクションでもね波の下をねスルスルね抜けていくじゃないですか。ホワイトウォーターの下をですよね。こういった波のねボコボコしたところとか、とにかくこういう波をね乗りつなぐのがすごくね得意なボードですよね、このタブレットサムって。そして分厚いんだけれどもちゃんとコントロールできて動いてくれるんですよ。テイクオフも速いし、リッピングもちゃんとね今みたいにねできますし、カットバックもねギューってできるし、ターンもしっかりね腰を入れて膝を入れて重心をね低くしてね行うことによってターンもできます。今なんか波のフラットなところを乗りつないでますよね。今見てもらうと分かるんですけれども、どんどん波乗りつないでいってると思うんですよ。とにかくロングライドができますタブレットサムは。だからね練習いっぱいできるんですよ。たくさん波を捕まえることができる、プラス長く波に乗ることができる、乗りつなぐことができるので、どんどんいろんなね技をやるチャンスがあるので、サーフィンね上達させてくれるボードだと思います、このボード。そしてねこれねある程度ねこう上級者の方が乗ってもねすごい面白いんですよ。でおじさんなんかもやっぱり体力がね衰えてくるじゃないですか。そういった時にこのテイクオフが早い
じゃないですか。そしてねショートボードのアウトラインだから十分ねシャープに動くし、テイクオフも速いし、波たくさん乗れるしっていうね、もうなかなかねこれね言うことないボードだと思います。今もねいいリップアクションできてますよね。ああいった感じでね、もう本当ハードにヒットもできるので、このねタブレットサムね、新しくねこれタブレットっていう系統のシリーズでずっとねプレスボの方で発売させてもらってますけれども、今回のタブレットサムはね名作だと思います。2025年新作のタブレットサム、もうショートボードにしか見えないですよね。あとねドルフィングラブがついてましたね。ドルフィンスルーねすごくねしやすいんです。タブレットサムラウンドテールの幅広のねサムテールですね。これを持ってね西がパドリングアウトしていきました。これね結構ね沖の方からぐるっと回って、結構この日ね波がね最初の方は風がなくてねちょっとねクリーンだったんですけど、今ね波の厚いところでカットバックしましたよね。これねスピードついて前からね崩れてくるところにフィットしてロールインして終了です。今のねこのライディング良かったと思います。これはねバックサイドですね。とにかくテイクオフ早いから横にいる人にはね本当ね申し訳ないんですけれども、こっちの方がテイクオフ早いですから、もう僕このねボード乗ってる時はねもう自信を持ってね波をね、取りに行けますよね。こうやってね掘り上がってくるところでもねバシンとねリップでできるんですよ。ボードをねスルってねこう上げることができるので、もう1回ついたスピードが止まらないので、やっぱりスピードが出るボードって短い波の中でもアクションができるじゃないですか。今もねロングボードのねおじさんのね横からねテイクオフしてしまっていると思うんですけれども、本当タブレット乗ってるとロングボードと同じようにねテイクオフねできちゃうんで、本当このボードねすごくねテイクオフ性能がね今もそうですよね。ロングボードよりもね先にね乗ってますよね。もうね本当にねこのボードねテイクオフが速いです。今のカービングもいい感じで決まってると思います。もう本当にねこの自由自在にこのボードも動くので、またねこれね長いボードの人のね横からね乗ってしまってますけど、本当ね申し訳ないんですけどね、これねタブレット乗ってるとねたくさん波に乗れるので、本当ねセットのいい波に乗れるので、ね、すごくねサーフィンしててねめちゃくちゃね楽しいですよね。やっぱりサーフィンっていい波に乗れること、それと本数をいっぱい乗れること、それと長く乗れること、これがやっぱりね練習できる上達する秘訣だと思うんですよ。たくさん波に乗れないとやっぱりね繰り返し練習できないので、タブレットサムってたくさん波に乗らせてくれるボードなので、たくさん練習できるので僕は、ね、上達できるボードだと思います。ドルフィングラブレールがついてますからドルフィンスルーがしやすいんです。2人のライディングいかがだったでしょうか。皆さんが普段サーフィンする千葉の海でね撮影してみました。本当に結構速いんですよ。あと動きが普通のショートボードと同じような動きができます。ショートボードと同じアウトラインロッカーなんで、ボリューム安心感、パドリングがめちゃくちゃ速いので、たくさん波乗りたい方とかなかなか波に乗れないで普段困っている方とか、そういった方はぜひ、ね、タブレットサム乗ってみてください。ワイドなラウンドテールのことをサムテールって呼んでるんですけれども、これは結構幅があるんですよ。幅があるんだけどラウンドにすることによってよりスムース、すごく綺麗なラインで乗れるような、そういったモデルになってます。5フィンセットアップなんでトライフィンでももちろん乗れますし、クワッドフィンでも乗れるように設定になってます。ツインフィンはねそんなにおすすめはしてないですけれども、ツインプラス1であれば乗ることもできます。僕はクワッドで乗るのが大好きです。 M サイズのクワッドをつけて、メイヒムの M サイズなんかをつけて乗るのが大好きですね。ワイドなテールなんで見てもらうと分かるんですけれども、テイクオフ速そうですよね。力のない波とか小さな波のところで普段サーフィンしてる人なんかはすごく強い味方になってくれると思います。ボードがよりテールのエリアが小さな波でもプッシュしてくれるので滑り出しも速いですし、とにかくパドリングが速いので、ぜひタブレットサム、プレセボから出た2025年の新しいモデルなんで、デュラフレックスの5ですね、最新モデルで乗ってみてください。それでは YouTube まだ登録されてない方はチャンネル登録してください。それではまた。